ギター紹介動画の第、5弾になります。今回は1987年製のレスポールスタンダードを、取り上げたいと思います。私が YouTube やり始めたのって2008年からなんですけども、最初の頃ずっとガンズ&ローゼスのカバーをやっていました。そういう人は他にもいたんですけども、大きく違ってたと思うのはバッキングトラックを自分で作って、やってたんですね。なんでかっていうと、本物の音源に乗せるとギターがちょっとわからないので、ちゃんとギターのカラオケを自分で作った状態で、やってました。その頃からご覧いただいてくださった人たちはご存知と思うんですが、私はスラッシュがすごく好きで、彼が持ってる、機材っていうものにもすごく、こだわってというか、いろいろ調べたりして、情報とかもですね、調べたりして、っていうことをすごくしてました。どのぐらいの人がご存知か分かりませんが、スラッシュが、ガンズ時代を通じて、一番メインで使っていた、ライブで使っていたね、スタジオで使っていたレスポールっていうのはクリス・デリックっていう人が作ったレプリカなんですけども、彼がステージ上で、使っていたレスポールは主には2つ、特にユーズ・イワ・イリュージョンツアーまでの間には2つあって、1つが87年製のレスポールスタンダードナンバー1と言われてるやつですね。もう1つは、ゴールドトップなんですけども、両方1987年製なんですが、なのでですね、世の中では、1959年製のレスポールっていうのが一番価値のあるレスポールだって言われてますけれども、私にとってはそれは1987年製です。80年代のレスポールの特徴は、トップが3ピースになってるっていうことがありますね。これが一番の特徴です。で、スラッシュの個体っていうのはチェリーサンバーストを2回かな、リフィニッシュしてます。私のやつは、ご覧のようにタバコサンバースト、の状態ですね。特徴になっているのはナッシュビルタイプのブリッジがついていることとか、あとこのギターは、スラッシュと同様に、セイモア・ダンカンのアルニコ2、APH1 っていうですねピックアップ、両方ともそれつけてます。スラッシュに、習っているのは、あとはこのノブの色ですね。フロントとリアでそれぞれに、ボリュームとトーンの色を合わせて、アンバーとゴールドに付け替えているっていうのが、あります。ここのところですね、あえてスタンダードって書いてあるやつそのままつけています。で、スラッシュの本当の答えは、ここがドットレスって言って愛がないんですけども、私のこれは愛がついてるやつですね。で、80年代のその後ですね、このモデルっていうのの書体が変わるんですけども、これは80年代のその私の好きなモデルの書体ですね。このギター87年製のレスポールが欲しくて、ずっと探し続けてですね、やっと見つけたっていうのがこの個体で、ギター屋さんでですね、中古で売りに出されてっていうか買い取られたばっかりで、まだそのカウンターの向こう側にパーツがついてない状態で、釣ってあったんですね。店員さんがちょっと席を外した時に、さっとシリアルナンバーを見てみたら87年製だったんで、このギターをくださいと言って、調整も何にもされてないドンガラみたいな状態だったんで、すごく安く、売っていただきましたという、出会いがあります。でこのギター、基本的にはスラッシュのメインギターっていうのに、揃えられるようにって形で、やってたんですけれども、やっぱり自分のオリジナリティっていうのも欲しいなっていうことで、このギターはですね、リフィニッシュしました。リフィニッシュはですね、ボディトップ以外の場所をリフィニッシュしたんだけれども、ボディバッグがですね全部、私が自分でリフィニッシュしました。そもそもですね、このやはりヒールレスですね、ヒールレス加工を自分でしたんですね。これが2番目にやったやつです。このギターにヒールレスするのはすごく勇気がいったんですけども、この間紹介した、レスポールクラシックで、成功してたので、いけるかなと思ってやりました。で、部分的にフィニッシュを、直すっていうのも難しかったんで、もう全部一回ボディバッグを剥がして、
で極薄の塗装をしております。普通の塗装よりもボディのなりがすごく大きいですね。80年代っていうのはギブソンにとっては苦戦していた、まあ今も苦戦してますけどね、苦戦していた時代なんで、個体数がそもそもそんなにないっていう感じがしますね。で私は、すごく探し続けたんで80年代のレスポールは、3本持ってますけれども、やっぱり80年代のレスポールはネックの握り方とか太さですね、シェイプとかも、すごく手に馴染みやすい C 型の、形をしているし、太すぎず細すぎずっていう形でですね、まあ自分にとってはベストな、レスポールかなっていうふうに、思ってますね。まあ後にスラッシュの、ナンバーワンの先ほど言った87年製がシグネチャーモデルとして、こう復刻して売られることになって、まあ、今後そのギターも紹介しますけど、それを私も持ってますけれども、本当の87年製のギターと比べるとだいぶ違いますね。でこちらはもう私にとってはもう本物、これが本物の87年だという感じです。一番違うのは多分この、3ピースの木の取り方ですね。やっぱりこの時の、取り方が一番かっこいいと思いますね。ということで、1987年製のレスポールスタンダードでした。